欲しいものは一つ、エクスタシー、このドレス引き裂いて抱かれたい、めちゃくちゃに唇も指先も溶けてゆく夜だから恥ずかしい坊主にも情熱をたぎらせて、牙のないライオンは見たらさでこの空を殺すジョーたちは伝説のシャチゴーダを追ううちに、その子供らしき幼いシャチに出会う。そこにコズナーの指揮のもと、サメ使いたちが襲いかかってきた。戦いの最中、幼いシャチの悲鳴を聞いてゴーダが現れる。だが時すでに遅く、傷ついた子供は息絶えていた。ゴーダは子供の体をくわえ、悲しげな声を海底にこだまさせて泳ぎ去っていったのだった。入り替えの海底火山に、そこにゴーダが逃げ込んだようだと。うん。あれからだいぶじじと探し回ってみたんだけど、どうもそうらしいや。じいさんの話だと、あそこの火山はいつできたかわかんないけど、昔からずっと変わらず噴火を続けてて、まるで邪悪な力の影響を受けてないみたいだとか言ってたぜ。まあ、それでジジ殿は？さあね。温泉でちょいと体を休めてから子供たちんとこに戻るって言ってたけど、あのスケベじいさんのこった、温泉街で可愛い子ちゃんでもあさってんじゃねえのか？いや、とにかく残してきた子供たちのことが気がかりだとかなんとか抜かして、いや、おっしゃって引き返してったよ。なるほど。火山の活力は以前と変わらず強く、あのゴーダは本能的に邪悪な力の及んでいないところを選んだとも考えられるな。どっちにしろもうほっといてくれってところだ。ゴーダのやつにすりゃあな。ジョー？ゴーダがマーの飼ってたペットだったっていうやつもいる。だからゴーダがどんなに暴れても、それでマーメノイドが何人死んだとしても、それはゴーダがマーに代わってやってることで、だから全てはマーの意志なんだって言い切るやつもいる。けどそんなこと知ったこっちゃない。分かっていることは。それは？ゴーダのやつにしちゃいい迷惑なんだってことだ。ジェシカの会だの、ハーメルの会だのっていうのもな。そうは言っても、あのシャチは大切なジェシカの会を飲み込んでしまったのですよ。私とてマーとゴーダとの因縁は知りません。でもこの世界を救うためには。ガキが殺されたってしょうがない。てか、おい、じゃあ何もそこまで言わなくたっていいだろ。ジョー、一つだけ言っておかなくてはならない。君がゴーダを追うのをやめるのは勝手だ。だがこの私は奴の飲み込んだジェシカの会を奪い返さねばならない。とっくになくなっちまった王国を立て直すためにか。いや、それだけではない。それが死んだ父が
私たち二人に託していった使命だからだ。勝手にしろ。あんたらともこれまでだ。じゃあぐずぐずしてるんじゃねえ、オズ。もしかしてお前この王子様とずっと旅するつもりでいたのか？じゃあどうして短気なのかね、あの姉さん。いや、ゴーダの子供のことがよほど辛かったのだろう。お兄様、何をおっしゃるの？ジョーはあんな風にお兄様のことを。ライラ、ジョーを責めるべきではない。ジョーはこれまでずっとあのゴーダという宿敵を追いかけてきたのだ。それはある意味ではジョーの生きている証だったかもしれん。お兄様。だが今のゴーダは敵とするにはあまりに大きな痛手を受けている。ジョーはそんなゴーダと戦えない自分に苛立っているのだ。さすがは王子様だ。よくわかってらっしゃるぜ。ああ見えてもジョーのやつ結構ハートがやわなんよ。たとえそうだとしても、どうしてお兄様がジョーのことをそんなに分かってあげなくちゃならないんです？ジョーにあんな言い方までされたっていうのに。ライラ、ジョーの野郎にも困ったもんだぜ。魔界双葉の容器が。あのアガディア国の王子たちとゴーダが近づいた時、確かに怯えるような、でもそれでいて一層よこしまなる力が強烈になったような、そんな容器を放ったのです。つまりそれは王子たちの持つハーメルの貝とゴーダの飲み込んだジェシカの貝が何がしかのパワーを生み出そうとしたからだと。おそらく。一体あの二つの貝が合わさるとどのようなことが。それは好奇心か、それとも。マーダム、このところ私への質問は控えるようになったと思ったら、いい相談相手ができたようだな、マーダム。姉上、マーダムには私の方から少しでも姉上のことを分かってもらおうと思って。分かっている、分かっているともメーギャン。だが気をつけねばならぬこともある。目下の者へ知恵を与えすぎると、その者が誤解する原因となることもある。誤解？そうだ。歴然とした力の差がありながら、まるで主人と同等の力を持ってしまったかのような大変な誤解よな。マーダム、そなたとてかつては聖騎士を名乗り、人の上に立った者、そのような愚かな部下に困らされた記憶があろう。はあのゴーダの行方、未だにわからぬわけではあるまいな。ご安心を。おおよその居所はコズナーが突き止めております。コズナーめ、まだあの火傷の痛みは消えておらぬと見えるな。は河口に通じる大きな出口はこことここの2箇所か。ゴーダがいるとすればこのどちらかだ。何としてでも敵の手に渡る前にジェシカの貝を手に入れねば。行くぞライラ。はい、お兄様。奴にしちゃいい迷惑だってことだ。ジェシカの貝だの、ハーメルの貝だの。分かってくれジョー、これが私たちの使命なのだ。いねえな
なあジョー、あの二人本当にゴーダのいる洞窟に行ったのかな。知ったこっちゃないさ。もうこっちには関係ないことだ。無理しちゃって。結構でっけえ玉残し狙ってたんじゃないの？オズ、お前な。何？魔導霊師の一団が？ああ、岩崩しのじいさんたちを連れて行きやがった。まさかあのじいさんどもに久々に手洗い仕事をさせる気じゃねえだろうな。おい、そのじいさんたちの仕事っていうのは？なんだおめえら。この辺りでじいさんたちの仕事といや岩崩しに決まってるわ。岩崩し？岩の弱い部分に杭を打ち込んでぶっ壊す洞窟掘りのことだよ。それがなんで魔導霊師に連れて行かれたんだよ。知らねえよ。まさか河口に通じる洞窟を吹っ飛ばすつもりじゃ。じゃあゴーダだ。奴らゴーダを狙ってやがる。おいジョー、このままじゃ王子たちがヤバいぜ。あんたら何を考えとるのじゃ。いいかい、悪いことは言わない。何のためにこんなことするのか知らないが、この洞窟を広げるのは今が限度で。じじい、このまま顔を潰されたいか。お兄様。さあ出てくるのだゴーダ。どんな闇に隠れようともこのコズナーから逃げられるものか。コズナー様、これでゴーダの通る抜け道は一つ。あとは我々が。あの年寄りどもも連れて行け。はは。さあお前ら仕上げにかかるのだ。ゴーダだ。ゴーダがこの奥にいる。ゴーダに気づかれはしないでしょうか。気づかれても洞窟がゴーダの動きを封じてくれる。今こそジェシカの貝を奪い返すチャンスなのだ。おう、これは王子と王女がわざわざそちらから出向いてくださるとは。お前たち、ハーメルの貝はいただく。くそ、どこだ、どこなんだよ。やろう、手荒な真似しやがって。ゴーダ、出てくるんじゃねえぞ。お兄様。逃げろライダー。世が世なら主君と家来、良き関わりが築けたかもしれん。何せシャチ狩りの趣味まで一緒らしい。だが王子、そんな麗しい主従関係はこの世では無理だ。諦めてもらおう。やめろハーメルの貝、ついに手に入れたぞ。
もはやこの二人に用はない。ここで死んでもらう。何？ライラ。オイラには海流を読む能力がある。そう言ってオイラを調子に乗せてくれたのは師匠、確かあんただったよな。お前たちジョー。おい、誤解するなよ。ミスティ・ジョーは小汚い手でゴーダを倒そうとする野郎が許せねえだけさ。ジョー、貴様、あくまで師匠のこの私に盾つくつもりか。今のあんたはもう山にいた時のあんたじゃない。心まで捨てちまった抜け殻なんだよ。お前らのおかげでこの私がどれほどの苦しみを与えられたか、お前らにも味わわせてやる。ゴーダだ。ゴーダのやつが溶岩から逃げようとしてるんだ。待て小綱。ジョー、奴らはゴーダの抜け道を抑えてそこで倒す気でいるぞ。奴らもしかしてゴーダを岩の下敷きにするつもりだ。野郎、どこまで腐ってやがるんだ。ゴーダ、ジョー、許せねえ。ゴーダを殺すなら殺すで許せねえ。ゴーダの最後だ。ミスティ・ジョー、貴様もゴーダのもとに送り届けてやろう。お前たちは手を出すな。どうしたジョー。残念よな。育て上げた弟子をこうして始末せねばならんとは。とどめだジョー。あんたの得意技も忘れちまったかい。霊力で移動したのか。この
足を切るとは大したものだ。だがお前の言う通りかもしれん。ジョー、この私の顔を見ろ。邪悪な者の手により刻印されたこの顔を。いつの間にか心がうつろになっていた。お前の言う通り抜け殻になっていたのかもしれん。小綱様、百恵組も終わりだ。我が手を離れていきよ。アガディアの王子よ。許せ、綾香。ジョー、ルースミラには気をつけろ。小綱様、小綱様、小綱様。ハーメルの会が。見ろ、ゴーダのジェシカの会も呼び合っている。レオン、どうしてもゴーダをやるのか。ミスティ嬢、私は何としてもジェシカの会を手に入れなくてはならないのだ。ジョー、こっちに来るぜ。深海伝説マーメノイド。瀕死のゴーダを前にジョーの心は迷う。ジョーにとって宿敵であるとともに生きる心の支えともなっていたゴーダ。その決着は。一方、ますますルース・ミラーに不満を募らせるマーダム。ついにその隠れた野心をむき出しにし、メーギャンを手に入れようとする。次回深海伝説マーメノイド第13話マーノイアの果て。